F1 ドライバーになるためには、下位カテゴリーでの実績はほぼ必須条件です。単に速いだけでなく、どのカテゴリーで何を成し遂げたかが、F1 チームの評価基準になります。速いだけでは F1 ドライバーになることはできないのです。F1 チームは、速さ、安定性、技術、人間性、お金を総合的に見て判断しています。どれか一つが突出していても有利ですが、トップチームほど総合力重視、下位チームほど資金重視の傾向があります。今回は、F1 界のペイドライバー、つまり、多額の資金やスポンサーを持ち込んで、F1 の座を得たドライバートップ10を紹介したいと思います。単なる資金提供だけでなく、それぞれの背景にはドラマや苦労、実力も絡んでいます。F1 の厳しい現実と華やかな舞台裏、ぜひ最後までお付き合いください。F1 チャンネルでは、新旧、様々な F1 情報を配信しています。皆様で F1 を盛り上げていきましょう。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いいたします。第10位、ティモ・グロック。推定持参金、年間、約 3.7 億円。グロックは、ドイツのスポンサー資金を持ち込み、リカルド・ゾンタの代役として、2004年にジョーダンから F1 デビュー。しかし彼は実力も備えたドライバー。2008年、トヨタは純粋な実力評価もしていたが、ドイツ市場での知名度やスポンサー効果も狙い、グロックを起用した。最初と最後の F1 キャリアでスポンサー資金が起用に関与しており、実力プラス資金のハイブリッド型ペイドライバーであった。第9位、ルイス・ハミルトン。推定持参金、約4億円。現在、F1 史上最強の一人と称されるルイス・ハミルトン。F1 史上初の黒人ドライバー、マクラーレンの秘蔵っ子などの愛称として注目を浴び、2007年にマクラーレンのシートを手にしました。ハミルトンの才能は、誰もが認めており、資金力でシートを獲得したわけではありません。しかし、デビューに際して、家族やスポンサーから資金援助を受けており、300万ドルをチームに持ち込んでいる。彼の成功は、資金プラス才能プラス努力の三位一体があってこそ成し遂げられたのでした。第8位、ロマン・グロージャン。推定持参金、約7億円。フランス出身のグロージャンには、若手時代からフランス系企業が多くスポンサーについていました。彼の特徴は、資金持参でありながらレースでも結果を出すことでした。2012年には、ロータスで表彰台を複数回獲得し、ファンに強い印象を残します。その後も F1 界で長期に活躍し、2020年の大事故からの復帰も話題に。資金と実力のバランスが取れた、数少ないドライバーです。第7位、エステバン・グティエレス。推定持参金、約13億円。グディエレスは、メキシコの大企業や個人スポンサーの強力な後押しで F1 に参戦。ザウバーの若手育成プログラムのメンバーとして期待されましたが、デビューシーズンは、チームメイトのニコ・ヒュルケンベルグに完敗。その後も目立った戦績を残すことができなかった。グディエレスが持ち込む資金は、所属したザウバーやハースチームにとって重要な収入源であり、その面でチームを支えました。第6位、ペドロ・ディニス。推定持参金、約15億円。父親はブラジルの大富豪で、国内最大級のスーパーマーケットチェーンを経営。この家族資産と、ブラジル企業からの強力な資金提供により、年間約1000から1300万ドルをチームに持ち込んだとされます。この金額は当時の中堅チームの年間予算の相当部分を占める規模でした。
第5位、マーカス・エリクソン。推定持参金、約20億円。スウェーデンの彼は地元スポンサーの支援を受け、F1 参戦。レースでは安定感に欠けることもあり批判もありましたが、チームの財政を潤す重要な資金源でした。F1 引退後はインディカーで成功を収め、ドライバーとしての評価も上げています。持参金ドライバーのイメージを覆す努力も見せました。第4位、ニキータ・マゼピン。推定持参金、約22億円。2021年シーズンに、マゼピンの父ドミトリー・マゼピン氏が経営する、ロシアの肥料大手、ウラルカリが、ハース F1 チームのタイトルスポンサーとして契約を結んだ。その結果、ロシア国旗に由来する、赤、白、青のカラーを取り入れたマシンリバリーとなりました。マゼピンもドライバーとしてチームと契約。推定、約25億前後の資金を持ち込んだと言われています。第3位、パストール・マルドナド。推定持参金、約40億円。ベネズエラの国営石油企業、ペデベーサの巨額スポンサーを背景に F1 参戦。彼の資金力はチーム存続に大きく貢献し、2012年スペイングランプリでの優勝は F1 史に刻まれています。しかし、その後は接触やクラッシュが多く、安定感に欠ける走りから、クラッシュマルドなど、と揶揄されることもありました。優勝経験はあるものの、総合的なポイント獲得率は低く、スポンサー資金がなければ、長く F1 に残れなかった可能性が高いと見られます。第2位、ニコラス・ラティフィ。推定持参金、約50億円。ニコラス・ラティフィの父、マイケルは、カナダの食品加工会社ソフィナフーズのオーナーであり、会長兼 CEO を務めている。裕福な家族の支援とスポンサーの力で F1 入り。成績は決して芳しくなかったものの、この莫大な資金がなければ、F1 の座は夢のまた夢だったでしょう。現代の F1 における、低ドライバーの象徴とも言えます。第1位、ランス・ストロール。推定持参金、約100億円。父、ローレンスは、ラルフ・ローレンやトミー・ヒルフィガーなどのブランド投資で財を成した大富豪。息子ランスの F1 デビューに際し、約116億円をウィリアムズに投資。その後、2018年末には経営難のレーシングポイントを買収し、息子のシートを確保。2021年にはチームをアストンマーティンとして再ブランド化し、現在も父親がチームオーナーを務める同チームで、ドライバーを務めています。他にも、セルジオ・ペレスは通信大手テレメックスからサポートを受けており、過去にはペイドライバーなどと言われることもありました。本来ならランキングに入るドライバーかもしれませんが、その持参金は公表されていません。今回のランキングはあくまで様々なネット調べで、正式に発表されているようなものではありませんのでご了承ください。もし皆様がご存知の情報がありましたら、コメント欄にて教えていただけると幸いです。F1 は華やかな世界の裏に、資金の厳しい現実があります。皆さんはどう感じましたか？最後までご視聴ありがとうございました。